あ、ビガバダベダダダクーキー、ダダクーキー、ダダクーキー。ということで、前回はイースマンの新事務所 A2O エンターテインメントを紹介しましたが、はい。今回はその続き、今 SNS でも話題の A2O メイを紹介します。だから前回の動画を見てくださいってことなんですけど、はい。A2O メイは A2O エンターテインメントが初めてローンチしたグローバルガールズグループで、A2O ルーキーズ HTG という練習生出身の5人組です。長えな。グループ名は美しく輝く5月の花の開花のように、5人の才能ある少女たちのダイナミックなアンサンブルがザルファ世代の誕生を知らせるという、トンチキな説明で、5月の花と5人というのは、ただかけてるだけっぽい難解な文章となってます。メイって、やっぱ5月のメイなんだ。そう。だからそのまんまですよ。そうなんだ。なんだろうと思ってた。5月と5人をただかけてるだけっていう。5月デビューでもないんですけど。そうか。で、グループ名に事務所名が入ってることが正直不思議な感じもするんですけど。だから今後もしかしたら、というかこの現状の A2O 名がルーキーズ的な意味があって、本格デビューとは線引きをしてる可能性もあるかなっていうのはちょっと思うところ。これをもって本格デビューですよ、みたいな。だからまだルーキーズ感というか練習生の名残が残ってる状態というか、感じはちょっとするんですけど。で、ファンダム名はメイニアで、共に歩む仲間、同士という意味が込められています。もうあるんだね。デビューしてもう3作出してますから。そっか。名前的にはメイマニアっていうことだとは思いますけど。で、その A2O メイは2024年の12月20日、年末にファーストデジタルシングル、アンダーマイスキン A2O でデビューしました。こちらは SM の元大物プロデューサーで、A2O に現在所属している4人が手掛けた曲で、5人組だった東方神起が2008年9月にリリースしたマイロティックのカバーとなっています。カバーなんだ。なるほど。このマイロティック呪文っていう曲の、サビの部分がアンダーマイスキンっていう歌詞なんですよね。そこをタイトルにしたっていうことなんですけど。そういうことが聞き覚えがあるなっていうか、既視感というかね。古い感じ。そう。すっげえ納得した。しかもだからそれが5人組だった時の東方神起の曲ってことです。そうか。それはだから4人が手掛けた5人組の東方神起っていうところが結構大事かなというか。そこにかなり意思が込められてるのかなと思います。で、こちらの MV は、歌唱パートに対して左上に名前が出るという音楽番組みたいな編集となってまして、メンバーの名前を覚えるのに便利な仕様となってます。だからメンバーを覚えたかったらまずそれからという感じではあるんですけど、続く2025年の4月25日に、セカンドシングル、ボスで、初めてのオリジナル曲となる、ザルファポップを披露したということそうか、デビュー曲はもうまだザルファポップじゃないのね。SM の曲です。それもすごいよな。そして、今回取り扱うというか、これを聞いたから取り扱うことを決めたんですけど、同年2025年の8月15日にサードデジタルシングル BBB ビガーバターベターをリリースしました。でちなみにこの曲からディストリビューターがアメリカのザ・オーチャードに変わってまして、もう早くも。そう。でこの前後から K スタイルにも名前が出てきたりとか、それまでは韓国のメディアにほとんど出てこなかったんですよ。だからこのディストリビューターが変わったことで、そのメディアでの扱い方とかその辺も変わってるのかなっていう感じもします。だから我々まで届いたというか、この曲が今 SNS で話題ですよっていうのもこの辺は少し関係している可能性はあるかなと思います。こちらはA2O のローティーン練習生がフィーチャリングで参加してまして、LTG ですね。正直知らない人見たらこれは LTG は何だっていうか、どっちがメンバーなんだみたいなこと。俺も思ったよ。なんだこれっていうぐらいLTG の出代が大きいというか、その辺もだから A2O 自体を見せたいっていうところもあるし、この辺のなんていうかな、メリハリ、ローティーンの LTG と、低音ボイスを聞かせる A2O メインのメンバーとのその声のギャップとかで、サウンド的にもすごくキャッチーなものになってるのかなっていう部分はあるかなと思うんですけど、で、この曲が今話題ということで、ミュージックビデオもアンダーマイスキン A2O が約1500万再生ぐらい。現時点でですけど。で、ボスが3000万再生。で、この BBB が4500万再生。すごいね。そう。毎回1500万ずつというか、倍ゲームみたいになってまして、そういう右肩上がりでかなり順調に人気を拡大しているという感じですね。だって最新作が一番もう見られてるってことだよね。だ BBB に関してはさらに見られる可能性は全然最近の曲なのであるかなと思います。で、さっきもちょっと触れたんですけど、人気の秘訣は一昔前の癖になる SM サウンドのような雰囲気と、全員が170センチを超える長身であること。これ平均じゃないですよ。全員が170を超えてるんですよ。169とかいないですよね。どんだけだよ。
で、まあそこから繰り出される低音ラップと、まあダイナミックなダンスという、まあ大陸を感じる力強さ。まあ要因じゃないかなと思います。まあこれはやっぱり J-POP、K-POP のガールズグループで出せない強さという感じはするんですけど、まあそんなスケールのデカさを感じるメンバーは、まあ中国籍3人、アメリカ籍2名という編成なんですけど、アメリカ籍2名も、まあ中国系アメリカ人なので、ああ、そうなんだ。だからビジュアルとしては、パッと見はもう中国のグループという、まあ要素になっています。ということで、まあメンバー紹介なんですけど、はい。一人目はキャット。で、中国名はチェンジアチェン。で、まあこの芸名のキャットは、英語名の方のキャサリン・チェンから来ています。キャサリンの方から。キャサリンより今俺チェンの方から。キャサリン・チェンなんだ。おでキャサリン CAT から始まるから、まあそこを K に変えてるっていうことなんだけど、そこから来ています。で、まあハワイ出身なんですよね。アメリカ本土じゃないというか。ハワイなんだ。ハワイ出身の双子。で、まあ妹が二人目に紹介するメンバーで、名前はミシェです。ミシェ。本名はチェンジアイ。で、まあ英語名はミシェル・チェンから来てて、だから芸名がミシェってことです。まあ当然、キャットと同じくハワイ出身なんですけど、双子がいるっていうのも珍しいんですけど、まあ二人の見分け方は、まあキャットは頬にほくろがあります。頬というか顎のところにほくろがあります。ああ、はい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 。まあミシェはないという。まあそこで見分けてもらえればなっていう感じなんですけど。引きになったらわかんないけどね。ちなみに身長もミシェの方が 1.5 センチほど高いですね。あ、双子で、まあそうか、そうなのか。1.5。171と172.5かな。はあ、大きいな、二人とも。だから双子は結構珍しいんですけど、同グループに所属してるっていうのも含めて。まあボーイフレンドとか、クレヨンポップ以来かな。俺もクレヨンポップしか知らん。ガールズグループに限定すれば多分そこだけかなっていう気もしますけど。というまあ、インパクト絶大な双子がいて、3人目はセジエですね。発音がまあこれ、それこそ日本のメディアに流れてないので、カタカナ表記がないので、まあ一応私が頑張って調べたというか、漢字ではセジエですね。セジエ？で、上海出身で、まあ本名はリー・シュージュっていうんで、まあグループのセンターでポジション的にはメインダンサーと見られています。まあ映像名のビジュアルインパクトとかそのパワフルさは彼女のパフォーマンスによることが結構大きいんじゃないかなと思いまして、まあそんな中核を担うメンバーかなという気がします。ド美人ね。なんかピアノも得意みたいですね。で、4人目はツイちゃん。まあ Q から始まるんですけどね。いや俺中国名全然頭に入ってこないな。ツイちゃん。ツイちゃん。ツイちゃん。まあ、カタカナ風に言うとツーちゃんでもいいかもしれないんだけど。まあそれこそTWICE のツーイにちょっと近い感じかなとは思いますけど、江蘇省出身の、まあ、本名、チューちゃんですね。チューちゃん。曲、歌うって書くんだけど。漢字にするとすごい名前だなっていうか、人の名前じゃないみたいな。で、彼女は178.1 センチのグループ最長身で、まあ、モデルをしていたみたいです。178？ ほぼ180っていう。170？ちっちゃいバレーボール選手ぐらいよ。すげえな。ボスと BBB では、まあ、金髪なので、ビジュアル的には覚えやすいかなと。で、彼女は中国語は、まあ、当然のこと、英語、スペイン語、フランス語で話すマルチリンガルなんですけど、まあ、現在は韓国語を勉強中。なんかの将来を見据えてんのかなっていう感じがします。布石か？で、ラスト、5人目は、チョニ。まあ、上海出身の本名はジューチェンユーですね。まあ、マンネってことなんですけど、彼女の、まあ、極大低音ボイスが、エツオメイのそのボーカル的力強さを支えてると言っても、まあ、過言じゃないかなと、個人的には思います。で、まあ、コメントとかでは、スキズのピリックスの女性バージョンとよく言われてます。すごいよね。でも、しかも、それでいて歌声がすごい綺麗なんで、だから、ボーカル的というか音楽的には、このチョニーはかなり重要なポイントというか、エツオメイの独自性を誇示するメンバーの一人かなっていう気はしますけど。まあ、低い音、ヨドルちょいちょいいるけどさ、ちょっとこの声質はかなり特殊だったなという。まあ、やっぱり長身の体の中で響かせてるんだなっていう感じがする。反響してる。という感じで、まあ、中国のメンバーなので、やっぱり情報的にはちょっと少なめという感じなんですけど、まあ、日本から、まあ、韓国のサイトとか、まあ、そういう2段階ぐらい経由、トランジットして調べてるので、まあ、ウェイボーとか俺はその辺はちょっと、扱ってないので、その辺からの調べ方がよくわからないっていうところも現状としてはあるんですけど。俺もウェイボーは、なんかまだ怖くて入れてない。大丈夫だよって言われるけど。まあ、とにかくだからそういうビジュアルもパフォーマンスも中国4000年を感じるインパクト絶大な5人ということで、まあ、グループの印象はいかがでしたか？正直、とりあえず俺アンダーマイスキンだけ見てたのよ。
ああ、BBB の前に。そうそうそう、一番最初になんかそういうのが出るらしいっていうのを見たときに、まあ、イスマンの手掛けたグループとしてっていう、そう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 。触れ込みでってことで、見てみたら、だからさっき言ったようにさ、今これっていう。ああ、まあ、サウンド的にはね。そう、だから、もしかしたらそれこそさ、韓国の最先端とまた違うみたいなさ、好みなのかどうかはわかんないけどっていう部分で、まあ、とにかく、ただなんかスタイルはみんなすごいけどなっていうぐらいだったし、まあ、そういう人は多いかもね。うん。で、しかもまあ中国のグループだからさ、はい、みたいな。まあ、追うのが難しいから自分と接点があるかどうかっていうところもなんか、そこも懐疑的というかね。うん。だってさ、H2O メイっていうのもさ、グループ名っぽくないじゃん。だから、俺はそれが判断つかなかったわけ。よくわかんないな。ただなんか出したらしいぞ。みたいな感じで見ただけだから、あれがデビューっていう感じもなんかあんまりしてなかったっていうか、なんかそれこそ先行公開みたいなさ、っていう感じだったし、俺だってボス知らなかったもん。ああ。でもまあ、ボスも BBB もぶっちゃけさ、最先端の K-POP というか、ワールドミュージック的な観点から言っても、あんまり新しさを感じるサウンドではない。で、だからまあ、今回の BBB で、その前にボスっていうのがあるっていう感じで見たけど、とはいえ、BBB はやっぱりちょっと違うっていうか、それこそちょっとさ、オリエンタルな音が入るじゃん。っていう部分もあるし、まあ、それこそほとんど情報がない状態で見たからさ、フィーチャリング、なんだっけ。LTG。はてなみたいな。で、見たらさ、なんかキッズ出てきてさ、で、途中でさ、そう。なんか、ハーレークイーンの格好とかしてさ、何これみたいな。っていうのもあったけど、SNS でバズってるらしいっていう部分は、その曲だけ聴いても、なんかすごくわかるというか、アンダーマスキンとボスとの印象とは全然違うっていうか、で、ダンスとかも別にすっごい真新しいとかではないし、それこそまあ、バー、出てくるじゃん。なんかどっかで見たことあるみたいな。とかもあるんだけど、とはいえ、でも使い方、バーの使い方、なんか前の3人とさ、後ろの2人がさ、ちょっと逆向き回転を回ったりとかする振りとかもそうだし、それこそセンターの、まあ、CJ って書かれるかもしれない、将来的には。ただ、まあ、発音的にはセジエが近いかな。セジェが、一応だから、ちょろっと見たのよ。そのね、付随して。彼女がソロで踊ってるやつ、ルーキーズ時代のやつ。なんか、コンテンポラリーダンスみたいなやつをやってるのを見たときに、結構衝撃を受けてさ。まあやっぱ個々のパワフルさとスキルは結構すごそうだなっていう感じは受けるけどね。ただまあ、ビジュアルもそうだし、結構その、ソロのダンスっていうのが、体柔らかい子とかもたくさんいるけど、やっぱり、まあ背も高いっていうのもあるだろうし、やっぱり表現力っていうのがなんか、この子やべえなみたいな、ふうに思ってて、で、BBB ではさ、それこそバーのとこでさ、途中でさ、足をバーンって上げてさ、もう最後も開脚して終わる。またいくとかあるじゃん。なんだこりゃみたいなさ。っていうのがあったから、まあ、俺の中では曲はもちろんすごい BBB っていうのがあったけど、やっぱりCJ、中国名めんどくせえわ、の、他とは違う感じ。っていうところが、俺は一番フックかなっていう感じになったかな。まあ俺はだから結局このグループをやろうっていう話をした時に、まあ理由としては、これは K-POP では聴けない音だな、音楽だなと、まあビジュアルだなと思ったから、まあ単純にいいかなっていう。で、まあ文脈を考えて、まあそういうイースマンとかっていう、そういう SM のごたごたというか、まあ SM がそういう騒動に巻き込まれるっていうことが、まあ時代の転換期だなと思ったし、その後のストーリーとして、イースマンがエツオメイっていう目玉を出してきたっていうことが、とにかくまあ面白いなというか、その世界の情勢としても中国がこれからどうなっていくのか、K-POP がどうなっていくのか、まあそれに付随して日本がどうなっていくのかっていうことも考えて、まあすごく面白い転換期だし、それの中心になるかもしれないなっていうところで、俺は、エツオメイの存在は、正直、イースマンが韓国に帰ってくる、韓国のエンタメ業界に帰ってくる2026年以降になんか爆発するかもしれない存在かもなとは思ってたけど、まあ SNS の影響っていうか、まあ中国は今そのバットとかに代表されるようにメディアの影響力が強くて、まあ、要するに代表的なのは TikTok でね。で、新しい SNS もどんどん誕生してて、それの力を受けてというか、それで俺が想定してるよりも早くブレイクしてしまったというか、印象なんだよね。だからそれで、まあ、この段階で取り扱っておくことが、まあ、グループの前段階の準備としては、まあ、面白い部分っていうか、かなと思って、まあ、エツオメイがいいかなっていう感じではあるんだけど。だからこのテンセントとか、まあ、TikTok とかっていう、まあ、その中国のテクノロジーと、そういうイースマンっていう、韓国からある種追い出されたっていう、そのクワンヤにいる状態のものを、まあ、要するにだから経由地点みたいなのができたっていうことで、
中国が近くて遠い国だったっていう状態が、この A2O メイの出現によって、なんか変わるんじゃないか。転換点としてすごく面白い存在じゃないかなとは思うかなって。まあ、韓国もね、それこそ昔はハングル読めなくて、その距離感を感じてたみたいなのも、大きく感覚が変わったと思うし、だそういうのがもしかしたら中国に対しても起きるかもしれないなっていう、冬のソナタになるかもしれない。A2O メイが。映画とかはさ、香港映画で育ってきたし、まあ中国映画、ジェットリーとかさ、っていうのを見てたけど、やっぱりなんかポップスっていう部分ではだいぶ隔たりが、万里の長城がさ、前にババーンとこうあってさ、なかなかあっちにこう踏み込めない。ちょっと試してみたことあるんだよ。マンダリンポップとかっていうので、まあそれこそサババに出てた中国人メンバーが出してる楽曲とかを聞いてみたんだけど、やっぱりそこで終わりみたいな感じだったから、やっぱりこの先に行く架け橋となるのは A2O メイかなっていうところでの期待っていうのはやっぱりあるかな。K-POP 的にもこう、いい相乗効果が生まれる可能性はあるかなとも思うし、まあ何よりこのストーリーを面白くしてるのはやっぱりイースマンっていう存在。その73年で引退を考えていた男が敗北を知ったことで反骨心を携えて、で、もう一度奮起しようっていうこの流れが面白いし、その時に一緒に敗れた、まあ、キラ星の才能というか SM を支えた勇者たちというか、それが、まあ、ほぼ血縁関係ではあるけど、集って、どういう反逆の道を歩むのか。イースマンがそこまで考えてるのか、一族にお金を残すためだけにやってることかもしれないんだけど。まあ、彼の目的が何であれ、彼の手掛けるものはさ、やっぱり面白いじゃん。まあ、彼、いろいろあるし、まあ、ね、グレーな部分もたくさんあるとは思うけど、とはいえやっぱりプロデューサーというかさ、クリエイターというかさ、そういう部分での唯一無二感というか、彼が出すものはやっぱり引きつけられるものがあるから、やっぱりそれが今後、まだね、だってルーキーズとか控えてるわけでしょ。ちなみにルーキーズにね、日本人の3兄弟がいるんえ で。?3 兄弟がいんの？だからその辺も面白いんだけど。さっき言ったグレーな部分っていうことに足を引っ張られて失脚したっていうことでもあるじゃん。まあその面白かった部分っていう、クリエイターとしての才能、プロデューサーとしての才能、才覚みたいな、K-POP に SM っていう帝国を立てて、K-POP を世界産業にのし上げたっていう実績、実力みたいなところは、この A2O に持ってきた部分、そのルーキーズシステムとか、っていうことからも、本人がやってるからパクリじゃないっていうことも含めて、やっぱり面白いことを考えてた人だなっていうのは、まあそれがやっぱ独特だなっていうところもあるし、まあこれが言うなれば SM3.0 はどんどん洗練されてって、SM らしさが消えてってる段階だと思うんだけど、A2O エンターにはやっぱりこう、かつての SM らしさ。アンダーマイスキンが古臭いっていう部分もまあ当然あるけど、そこにはやっぱりどうしようもなく SM らしさっていうのが残ってるってことでもあるし、そういう観点でも注目する人はいるかなっていう部分もあるんでね。K-POP が最近、まあ、失われてるっていう潮流とある種合うというか、そのかつての SM っていうのを、まあ、作れてるっていう部分ではすごく面白いポイントかなとは思うんでね。まあイスマンね、本当にいろいろ言われることはたくさんあるし、敵も多いと思うけど、ただやっぱり音楽好きっていうかさ、からするとやっぱりイスマンはいた方が面白いよね。だからまあポイントとして端的に言えば、俺はねこれがねイスマン最後の戦いだと思うんだよ。だからまあ彼は聖戦だと思ってると思うけど、だそれの行く末とか最終戦争をね、アルマゲドンだ。だそう見ると俺はすごく面白いんじゃないかなと。なんかぜひ注目してもらいたいなと思います。はい。じゃあ A2O メイにがぜん興味が出てきたということで、最後はこのキラーフレーズを SNS でバズってるこの部分、まあ合唱して終わろうかなと思います。うまくいくかな。ビガネザクーキーズ、ザクーキーズ、ザクーキーズ。